JS キャスト鋳造欠陥予測シリーズナンバー8。精密鋳造プロセスにおけるノズルリング部品の解析事例をご紹介させていただきます。本資料の目次です。主に、湯流れ解析結果と、凝固解析結果を、この順に、ご説明させていただきます。解析対象部品の概要についてご説明させていただきます。製品外観写真と、右側には上から、法案全体図、法案断面図を表示しています。今回の解析モデルは、右下画像の4分の1断面モデルで解析を行いました。鋳物材質は SCS13 のステンレス中鋼で、鋳型は600度に加熱されたシリカです。今回の解析モデルは4分の1モデルで、重量は 15kg です。そして、水色部分の中等口より1560度の溶洞を追い込みます。これより、湯流れ解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、湯流れ解析結果の温度分布表示です。湯口から湯道付近のオレンジ色部分は高温で、製品内に薄くある黄緑色部分は低温領域を表しています。今回の湯流れ解析には、表面張力を考慮させているため、溶洞表面が丸みのある状態となっています。それでは、動画を再生します。底面側から見た、湯流れ温度分布表示です。ここで、濃い紫色部分は充填過程で固装線温度以下になった領域です。製品の小さい羽部分の下側に、低温部分が、ほぼ均等に発生していて、湯回り不良やガス欠陥などの発生が予測されます。それでは、動画を再生します。全ページと同じ、底面側から見た、湯流れ温度分布表示です。薄い紫色部分は、未充填領域でガスを表示しています。製品の小さい羽部分が、製品部分の最終充填位置と予測されます。湯流れ解析結果の最終充填位置には、湯回り不良やガス欠陥などの発生が予測されます。それでは、動画を再生します。中等口から一定間隔でマーカを放出する湯流れ流積表示です。鋳込み初期のマーカは青色で、途中から黄色になり充填完了間際ではオレンジ色のマーカが流れていきます。マーカが同じ領域で激しく渦を巻いている場合は、ガス巻き込みや砂噛みの可能性を予測することができます。それでは、動画を再生します。実際の湯回り不良欠陥の写真と、画面下側の湯流れ結果の未充填予測表示ですが、実際の欠陥発生位置と、よく一致していました。薄にくいものの場合は、表面張力と接触角を考慮させることが、解析精度向上に有効だと考えられます。これより、
行庫解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、製品という道を含めた行庫過程で、表示している領域は未行庫を表しています。複数の未行庫部の中でも最終行庫位置には、その周囲からの用途補給がないため、非欠の発生が予測されます。それでは、動画を再生します。全ページと同じ、行庫過程アニメーションですが、こちらは故障率 1.0 に到達した行庫時間です。画面上に表示されている領域が最終行庫位置で、非欠の発生が予測されます。それでは、動画を再生します。当行庫時間曲線断面表示です。製品断面に行庫時間の投稿線を表示しています。ここで注目するポイントは、矢印でも示した位置にある断面表示内の並ループです。行庫時間が周囲よりも長くオレンジ色になっていて、かつ、並ループになっていることから、非欠が発生する可能性が高いと予測されます。こちらは、主に微小非欠などを予測する G⁻R 断面表示です。G⁻R は、任意の敷地以下で絞り込み、非欠を予測します。敷地は、通常 1.0 以下で確認します。全ページの当行庫時間断面表示の並ループ位置と、非欠予測位置が一致していることから、矢印が示す位置には非欠の発生する可能性は高いと考えられます。その他、解析計算の情報についてご説明させていただきます。今回の解析で使用しました、製品と鋳型の主要な熱物性値です。解析に使用する材料物性値は、常に一定値で解析する線形設定と、温度とともに変化する非線形設定のどちらでも可能です。中等口からの鋳込み速度と鋳込み温度の設定画面です。これらは、時間の経過とともに、自由に設定していただくことが可能です。今回の鋳造プロセスとこの要素数であれば、高速モジュールを利用することで、湯流れ解析が3時間11分、行庫解析が1分42秒で終了させることができます。本資料について、ご不明な点やご質問がございましたら、JSCast 専用メールアドレスまでご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。